皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年7月5日に大阪フェニーチェ堺で開催されましたホールツアー2日目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。今回は前回を反省して少し短くしようと思ったのですが、やっぱり言いたいことが多くて長くなってしまっています。忍耐力とお時間のある方はお付き合いください。今回のお給仕は久しぶりに地元大阪での開催です。と言いつつ、会場のある堺東には行ったことがなく、私の住んでいる北河内地区からはかなりの距離がありますので、ちょっとした旅行気分でもあります。前回名古屋の大雨から一転、全国的にも猛暑日となって、大阪も快晴というか、快晴を通り過ぎて35度超えの猛暑です。晴れ女のあーちゃんが地元が近いというのもあって、いつもより張り切っているのか、さえちゃんの第二の故郷ということで忖度したのか、とにかくお給仕の人は思えない天気です。今回は遠いといっても1時間ほどの移動時間ですので、昼過ぎに自宅を出て会場に向かいます。途中神田商会さんによってゼマイティスの小鳩さんスペシャルの展示を見させていただいて、いつものごとくノリよく説明いただいたり、ギターを裏返して見せてくれたりと完璧なサービス精神で対応いただきました。映像を撮らせてもらうだけなのもちょっと申し訳なかったので、前から欲しかった T シャツとピック購入させていただきました。ゼマイティスを堪能し、南海高野線で会場のある堺東に向かいます。堺東駅には14時頃に着いて、今回会場となるフェニーチェ堺へ向かいます。灼熱です。あーちゃん気合入りすぎです。フェニーチェ堺に着いたら、すでにお名手様たちは結構集まってました。それで物販開始の約1時間前となる14時半くらいに物販待機の列が作成されましたので、物販に並びます。ありがたいことに、この灼熱の中並ぶのではなく、空調の効いた建物の中で並ぶことができました。ただ物販開始頃になると中はいっぱいになって外に並ぶ人も増えてきて、最終的には300人くらいになっていたかと思います。外に並んだ方は暑かっただろうなと思います。ただ物販は前回の名古屋も含めてほぼ買ってしまっていましたので、ご当地 T シャツとくじだけ購入することにしました。くじの結果はなんと全員のサイン入りポストカードが当たりました。デラックスくじになってから初めてです。多分当たりの中では一番当たりやすいやつかと思いますが、それでも嬉しいです。ちなみに知り合いのお召使様たちはあーちゃんの私物や小鳩さんの私物を当てている方もいました。まだまだ引かねばという感じです。それで X のポストで告知されていましたが、今回もニッシーさんが帰宅されていなくて、代わりに北海道から帰宅されているあのめめさんが集合写真を撮るということで、会場前に集まって写真を撮っていただきます。めめさんはお名手様であれば知らない方はいないと思いますが、本物と見間違うばかりのさえちゃんコスで、姫カットの髪型まで同じにされているお嬢様お名手様です。今回めめさんを含めてクルッポボーカルのゆいさんとか、さえちゃんコスのお嬢様が何人かおられましたので、お嬢様だけの写真も撮られてました。素晴らしいですね。ちなみにその写真を撮る人がカメラ小僧のようで、横から見るとなかなか面白い光景でした。それでいよいよ入場となりますが、今回も指定席なので特に並ばなくてもいいですし、焦らなくてもいいので余裕な感じで入場します。今回のチケットは1階22列31番と、私的いつも通りな正番でした。後方民著前という感じです。前回の名古屋が1階8列目と両番でしたので、仕方ないです。でもちょうど座席列の端っこでしたので、右側が通路と環境的にはなかなかいい感じです。しかもフェニーチェ堺の座席は後方に行くに従ってだんだん高くなるという構造でしたので、私の位置からはステージ全体が見渡せましたし、ステージ床の石畳みたいな模様もよく見えました。それでいつも通り帝国の18時半ぴったりに BGM がやみ、大歓声と拍手の中新 SE が流れてきます。会場は大歓声と大きな手拍子に包まれます。大歓声と手拍子の中、番目さんたちが入場してきて、さらに歓声はパワーアップします。今回は上からなのでよく見えましたが、いつものあーちゃんのお立ち台に乗っての挨拶はなくて、みんながほぼ同時に入ってきて配置につく感じでした。いつものことではありますが、この瞬間はもうワクワク感が最高潮となります。全員の姿がよく見えます。実はなかなかいい席なのではと感じました。あの独特のカウントとあーちゃんのドラムから始まります。1曲目は名古屋と同じくノーゴッドでした。この時点でテンスアニバーサリーツアーの高松松山パターンで1曲だけセトリを変えてくるパターンかもと思いました。それで結果的にその予想は正しかったです。お給仕でこのパターンは実は珍しくて、その松山の時もそうだったのですが、予習をして授業に出るような感じで、初回の時の驚きがない分、待ち構えて見て聴けるという楽しみがあります。しかも今回は全員を見渡せる席です。これは嬉しいです。
バックのスクリーンや各メンバーの演奏中のお姿、サイちゃんのダンスとかもじっくり見られます。でも当然テンションはいきなりマックスとなって思いっきりジャンプしてシンガロングして心からノーゴッドを楽しんだ感じでした。さすがサイちゃんです。ストーリーは裏の裏を書いてきます。曲終わりの大歓声の中、続いての2曲目は予想通りプレイでした。何度も言ってますが、プレイは最初に全員がステージの前に出てきてくれるところが最高に盛り上がります。プレイが来ると分かっていてのプレイです。多分他の名手様も準備万端だったと思いますので、会場はちゃんととシンガロング手拍子で一体化します。B メロのアーチャーのタムロールもしっかり見えましたし、2メロのところでのミンチョとミサさんがアーチャーに向かってギターを弾いて、アーチャーがスティックを上げながら変顔するところも見えました。本当に変顔してたかまでは見えませんでしたが、あとこの時点で感じたのが、小畑さんのノリがいつもよりいいというか、めちゃくちゃ楽しそうだったように思います。まあいつも楽しそうではありますけどね。会場も声出てましたね。イエイ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 ウォー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 が大声で響いてました。続けての3曲目はアンリッシュです。これも来るのが分かってましたので、今回は前回までほぼ見えなかったミサさんに注目して見ていたのですが、やっぱりめちゃくちゃかっこよくてしびれました。あと前回はなぜかあまり気づかなかったのですが、ステージのバックドロップに映し出される映像は毎曲違っていて、曲に合わせた感じの映像になっていました。多分前回名古屋でもそうだったんだと思いますが、この見渡せる感じの好きが認知させてくれたのかもです。あえて前回と違うところの感想を言うと、C メロに入って手拍子とともに一旦落ち着いた感じからだんだん盛り上がっていって、今となっては余裕となったサイちゃんの Now we go からのミントのギターソロに入るところは最高でしたし、その中にだんだんギリだんだん言えるところも大好きなところですね。あとやっぱりサイちゃんのダンスは可愛かったです。次の4曲目はドミネーションですね。次ドミネーション来るよねと思いながらのドミネーションです。よし来たという感じです。おいおい嫌いな方には申し訳ないのですが、この曲ほどおいおい言いたくなる曲はないのではとも思います。サイちゃんもね、じゃあおりますしね。まあ同じことしか言えないのですが、みんなで手を挙げて先行せよって叫ぶのは気持ちいいですし、ハローハローも叫びやすいので全力で楽しめます。それでやっぱりドミネーションはある意味バンドメイドの代表曲的な位置づけでもあると思いますので、豆さんたちの会場も安心感というか安定感というか、心を空にして楽しめる感じがします。改めて落ち着いて聞くと、この曲も構成がすごいというか、よくこんな構成考えていくなと思いますし、お給仕であると絶対盛り上がる構成になっていることを感じました。ここで最初の MC となります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたポー、ホールツアーデイ2大阪フェニーチェ堺ポーで大歓声です。それで暑い中、さらに暑くなれる場所に来ちゃったっぽね。熱中症には気をつけて、熱をたくさん発散する素敵な夜にする準備はできてますかポーでまた大歓声です。この初回の MC は基本小鳩さんだけで短めに会場を煽る形ですので、繰り返して最高の夜にする準備はできてますかポーで会場のボルテージを上げて、楽しい夜にしましょうポようこそバンドメイドのお給仕へで会場からの大歓声の中、次のセクションに入ります。MC 明け最初となる5曲目はダイスです。これも心の準備はバッチリできていましたので、最初のあーちゃんのドラムをしっかり見て聞いて、ミサさんのベースからのミントのリフへつなぐ芸術的とも言えるイントロを堪能できました。私的にではありますが、ダイスはあーちゃんのドラムを筆頭に、ミサさんのベースもミントのギターも小畑さんのギターも全部頭一つ抜ける感じで好きなので、その演奏を見て聴きながらサイちゃんのボーカルを堪能できるのは本当にお給仕ならではの贅沢と感じます。ギターソロ後のあーちゃんの変則リズムのドラムもしっかり見て聴けましたし、その後の一旦落ち着いた C メロからの大サビは何回見て聴いても最高潮に盛り上がります。続けての6曲目がなんとフリーダムです。サイちゃんの確か大阪もっといけるかみたいな折りで始まりました。名古屋でのブルーミングから帰ってきました。お給仕でのフリーダムはもう完全に来たーです。新章開幕してからは初となりますね。この曲の最初のイントロの時に全員がステージの前に出てきてくれるところはめちゃくちゃ盛り上がります。確か曲中にミンチョとミサさんが上手下手を入れ替わって演奏してくれたり、メロに入る前のおいおいを小鳩さんが手を挙げて盛り上げてくれたりしてたと思います。小鳩さんの手フェチの私としてはこの煽り大好きなんですよね。それで2メロの小鳩さんが歌うところでは、お約束でミンチョが小鳩さんの横でしゃがんで小鳩さんを見上げながらギターを弾くというやつをやってくれてました。微笑ましいです。サビの時はタオル回してる人もいましたね。いや、やっぱりお給仕のフリーダムって最高です。
次の7曲目がドンチューテルミーです。イントロで会場からは全力のジャンプです。若干上から俯瞰して見るドンチューテルミーは味わい深いです。それでギターソロはミサさんとミンチョのバトルとなるわけですが、今回はそれぞれのお立ち台に乗ってスポットライトでそれぞれを照らす形でした。前回名古屋でもそうだったのかもですが、最後にどちらにもスポットライトが当たって一緒に弾くところは会場からの声援も大きくなって最高に盛り上がります。やっぱりギターバトルはお給仕ならではなので、もともとハードロック好きでギターソロやベースソロが大好きな私にとっては至福の時間となります。続けての8曲目がヘイトです。俯瞰で持ち替えたのか全曲からだったのかは定かではありませんが、ミンチョは PRS のプライベートストックのニューギターでしたね。ブラウンのギター模様が綺麗で音も良かったです。ミンチョのギターもですが、ヘイトはミサさんのベースのドライブ感がすごくて聴き入ってしまいます。サイちゃんの I don't care if you die out という超攻撃的な歌詞の後、2曲続けてのミサさんとミンチョのギターバトルです。ミンチョのニューギターが映えます。ここは2人ともセンターの立ち台に乗って演奏していたと思います。今回はミンチョは酔っ払ってませんでしたね。ステージのバックの映像は I hate you って文字が映し出されるパターンのやつでした。これ好きですね。これまでにいろいろヘイトの好きなところを語ってきましたが、まだ語っていないところを言うと、サビのゆべゆべその胸の感触の感触っていうところがなぜかめちゃくちゃ好きですね。すみません、細かすぎますね。まあとにかくヘイトは最高です。続けての9曲目がアフターライフです。アフターライフは本当に大好きなのですが、特にリズム隊、あーちゃんの激しいドラムのロールとミサさんの動き回るベースが至高です。それで何といってもメロディーがいって、A メロ B メロサビすべてガチ好みですし、歌詞は特にサビの部分のサイちゃんの歌い方も含めてめちゃくちゃ好きですね。あとミンチョのギターソロでのスイープも気持ちいいし、大サビ前の展開からの小畑さんのシャウトはもう完璧です。曲終わりでサイちゃんがはけて10曲目は From Now On です。このインスト曲は最初の入りも完璧な構成ですし、途中の展開が変わり続けて変化しまくりなのに、サビ的なところを含めて全体としてまとまった曲になっているというすごい構成の曲だと思います。今回はみんなの演奏を眺めながら聴けましたので、この構成と演奏している姿を本当に堪能できました。素晴らしいの言葉しか出てこない感じです。曲の最後に向けて盛り上げていく最高潮に盛り上がって終わるところも大好きなところです。それで10曲目はセンスです。すごい構成の曲が続きます。サビ前のミサさんのベースとミンチョのリフがめちゃくちゃ味わい深いですし、あーちゃんの高速タムロールもしっかりと見れました。味わい深いといえば、ミンチョのギターソロからのミサさんと小畑さんでの締めまでのところは本当に味わい深いです。あと、大サビに入った直後のあーちゃんのためが入ったようなドラムのところがありますが、手を上げてリズムに乗っていると、あそこでうまくタイミングが合わせられないんですよね。まだまだ至急はありません。あと、センスは終わり方がかっこいい曲のトップの一つかと思っています。曲終わりでサイちゃんのいい感じか大阪で2回目の MC となります。大歓声で答える会場に、確かみんな元気みたいに言っていたと思います。続けてサイちゃんが暑いなとか言ったら、小畑さんが暑いっぽーって言ってましたね。このやりとりなんか好きです。確かに私も汗だくになってタオルはびしょびしょです。それでサイちゃんが続けて、みんなの熱気で暑いのかもしれないって叫んで会場は大歓声です。それで大阪だということで、小畑さんも会場からもお帰りの声が上がります。で、サイちゃんが地元ってわけじゃなくて、母の地元で生まれた頃にほんの少しだけ住んでたと教えてくれます。それで、いいよね大阪ってと言ってくれてまして、地元民としては嬉しかったです。それで確か、どうなんだ大阪って感じで会場を盛り上げます。で、大歓声で盛り上がったのを見て、サイちゃんと小畑さんが、はいって満足したように言ったのが面白かったですね。それでサイちゃんが2カ所目ですね大阪とか言ってる時だったと思いますが、前列で大阪お給仕会の旗を上げて、サイちゃんが気づいてくれて喜んでました。お写真で広げていたやつですね。それでちょうどその時くらいにあーちゃんが前に出てきて、小畑さんの横にいたので、サイちゃんがびっくりした小畑が変わったのかと思った、本物より可愛いかもしれないと言ってましたね。ちょこんと立っているあーちゃんはなんか思ったよりちっちゃくて本当に可愛い感じでした。で、それを受けてあーちゃんがありがとうぽーとか可愛い声で叫んで、会場は笑いと拍手です。で、まだ乗り続けて髪色を戻したんだねとか10年前だっぽーとか言ってふざけてました。このあたりのやりとりはもうお名手様からすればギャップではないですが、一般的にはすごいギャップに感じるところですかね。それで確かここで会場から晴れ女って声が上がって、あーちゃんが
ちょっと晴れすぎたよねと言ってましたが、前回の名古屋といい天候を操りすぎですね。それでさえちゃんが来るまでに疲れちゃったとか言ったら、あーちゃんが私関西だからねということで、また会場からお帰りの声が上がります。で、関西来ると楽しみでやりすぎました、すみませんって、これも前回のさえちゃんみたいに謝ってました。で、さえちゃんから多分気をつけてよみたいなことを言われたと思うのですが、あーちゃんは台風よりいいよって言い返してましたね。で、さえちゃんを指さすあーちゃんに、さえちゃんが対抗するように、人のことを指さしちゃいけないんだぞって言いながら、思いっきりあーちゃんをわざと指さして笑いが起きてました。それでやっとグッズの話になります。確かこの時にあーちゃんが何か言って、小本さんが諭すみたいなやりとりがあった気がしましたが、詳細覚えてないです。で、改めてグッズの話しようかなっていう感じで、たくさん作りました。チェックしていただけましたでしょうかで大完成です。それで、まずは鏡さんのドクロ T シャツの話になります。私たちがついに全ドクロになったかっけえやつみたいなことを言ってました。小本さんも全ドクロっぽーっと受けてました。それでさえちゃんが会場のドクロ T シャツを着ている方を見て、可愛いね、似合ってるねとか言ってたと思います。でも、その言い方がなんかそっけない感じだったので、小本さんからなんか急に冷めた感じになってるっぽーみたいなツッコミが入ってました。それでご当地 T シャツの話になって、さえちゃんから質問タイムだよみたいな感じで、色わかったかな挙手と言って会場から手を挙げさせます。私も挙げたのですが、さすがに遠いのもあって当ててもらえませんでした。で、一人指名されて、確かツツジって言ったと思うのですが、なんか聞こえづらかったみたいで、さえちゃんと小松さんから聞き返されてました。注目されて羨ましいですね。で、次とかになって、会場からは551とか、梅とか声が上がって、小本さんが梅って大阪みんなご当地ティーの意味分かってるっぽーとか言ってました。確かに梅は和歌山ですもんね。で、多分先に分かりやすい方を当てさせようとしたと思うのですが、文字色のみんなに大サービス黄色から行こうとなって、当然私も含む会場全体からタイガースと声が上がって、さえちゃんがみんな大好きと言ってくれてました。で、さえちゃんの満足ぶりと満面の笑みを見て、小畑さんがさえちゃん満足して終わっちゃいますぽーっと慌てて続けて、青はとなって、オリックスとかガンバーって声が上がります。私的にはセレッソのピンクとガンバの青、タイガースの黄色と思っていたのですが、さえちゃんがオリックスはいいよ、で、ガンバってサッカーのとか軽減な表情をしていたので、セレッソとガンバの目はなくなりました。それで会場から鉄オタのさえちゃんの金銭に触れる素晴らしい回答で、特急ラピートと声が上がります。さえちゃんの表情が一気に明るくなって、ラピートそれにしようとなりました。どうも正解は海遊館だったようですが、ラピートにするということに決まりました。で、赤はというところで会場から多分お嬢様だったと思いますが、たこ焼きのタコと声が上がって、で、実はこれも正解ではなかったようですが、小本さんもさえちゃんも盛り上がって、たこ焼きのタコ、それも正解となってました。どうも本当はたこ焼きの紅生姜だったらしいのですが、タコの方が主役だしそっちがいいということになりました。で、さえちゃんが別に今決めてるわけじゃないからねとか、ちゃんと事前にこれは何とか打ち合わせしてるんだけど、みんなの方が情報が豊富だからみたいに言ってました。で、小本さんが今日のはさえちゃん色が強いっぽねとか言って、さえちゃんがそうだね、私のためみたいな感じと受けて、グッズの話は名古屋より少しあっさりめに終わりました。それでステージの話になって、これなんだみたいにさえちゃんが会場に聞いたら、当然すかさず、とーって声が上がって、なんで見ましたかで、ブルーレイとこれもすかさず会場から声が上がります。で、さえちゃんが、よく教育できてる、横浜アリーナの映像作品のジャケットですね、と喜んでました。それで、なぜ塔なのかというところ、これも名古屋の時と比べてシンプルな感じで、これまでの10年の軌跡としての象徴と、みんなを含めて私たちの街が発展していくようにということと説明してくれて、私たちはまだまだ終わらないぞということですとなって会場は大歓声となります。それで街の中心が塔で、その塔の前でお給仕をやっちゃうという感じですみたいなことを言ってくれてました。なるほどです。あと確か石畳の模様とか街灯の話もしてくれていたと思います。それでさえちゃんが、バンドメイドの物語はまだまだ続いていきます。みんなついてくる準備できてますか、後半戦いけるかとなったのですが、この時点でミンチョとミサさんが楽器持ってなかったので、小本さんがまだいけなさそうですぽーとか言って慌てて楽器持つ感じになりました。で、この間を利用して小本さんが、かなみちゃんのギターも新しくなったっぽねとさりげなく言うべきことを入れてきました。さすがです。それでさえちゃんも、先ほど使ってましたよね、お披露目しましょうよと受けて、ミンチョが前に出てきてニューギターを掲げて、ニューボーイです、かわいいベイビーちゃんですみたいに紹介してくれます。
で、さえちゃんもベイビーちゃんすごくいい音なので音にも注目してねとか言ってる間に準備は整ったので、大阪後半戦行けますかで大歓声となって、楽しんでいってくださいと締めて後半戦突入です。後半戦最初の曲はベスティですね。会場の前方が見渡せる感じなので、会場全体がゆっくり揺れている感じが見えました。ミドルテンポ曲ではありますが、込められたエネルギーはすごいというか、厚みがある曲だなと改めて感じました。私の位置は上手でしたが、ミサさんのベースもすごくよく響いてきまして、このベースが厚みを出しているのかなと感じてました。あと、ギターソロ前のコーラスが同期音源なのか、久保田さんの生コーラスなのか分かりませんでしたが、もし生コーラスなら、すごいとしか言えないくらいの綺麗なコーラスでした。なんか心が澄み渡る感じになって、最後ミンチョのリフで綺麗に終わります。聴けば聴くほど好きになっていく曲ですね。まあバンド名の曲は全てそうだかも思いますが。次の13曲目はデイドリーミングです。さえちゃんの歌のうまさが爆発する曲です。演奏もミンチョの素晴らしいリフとソロ、ミサさんの超味わい深いベースライン、小鳩さんの存在感のあるリズムギター、そしてあーちゃんの曲のメリハリを構成するドラム、本当に完成された曲だと思います。ステージに映し出される背景映像もエモーショナルで、暑い会場に涼しい風が吹いてきた感じもしました。前回も言いましたが、ギターソロ後からの大サビへの展開が本当に最高ですし、この曲も構成が素晴らしい曲だなと改めて感じました。続けての14曲目はヨローです。イントロ前の同期音源で歓声が起きます。ヨローのこのワクワク感というか、くるっという感じ好きですね。お名手様仲間の方がこの曲でバンドメイドの歌詞に興味を持ち始めたと言ってらっしゃいましたが、確かに演奏もカオスなのにまとまっているというこれぞバンドメイドという感じで好きなのですが、歌詞もすごいですよね。ヨローはやっぱりギターソロ、その後から続く変形のサビから C メロ、大サビへの展開が好きすぎます。続けての15曲目がエンドレスストーリーです。もう会場の盛り上がりは最高潮に上り詰めます。久しぶりによく見えるミサさんのベースがフレット全体を使う動きも含めてすごかったですね。それでサビ前のウェーのところで思いっきり手を上げるのも気持ちいいです。当然全力のシンガロングをするわけですが、エンドレスストーリーは本当に声が限界となります。おー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 って歌ってるだけでこんなにしんどくなるのに、もっとすごいのを歌い続けてるサイちゃんのタフさに改めて驚愕します。最後はサイちゃんに釣られないように頑張ってシンガロングして、曲終わりでサイちゃんからありがとうがもらいましたね。こちらの方こそありがとうという感じです。次の16曲目はチューズミーです。このチューズミーはベスト版を除くとアルバム曲じゃないんですよね。いやいや、バンドメイドの曲たちが全て強すぎるからですかね。ミンチョの素晴らしいギターソロが2回あるところや、ミサさんの独特のベースラインやあーちゃんの高速ドラを切るとか、メロディーや曲展開もものすごくバンドメイドらしい曲だと思うんですけどね。最後、サイちゃん全力での迷わずチューズミーで大歓声となる中、サイちゃんがかけて小鳩曲です。17曲目となる小鳩曲はブライテストスターでした。やっぱりイントロのミンチョのリフはかっこいいです。名古屋に帰宅していたご主人様お嬢様も多かったと思いますので、みんな準備と予習ができていて、手を挙げたり手拍子したりちゃんとしたりのノリは結構合ってきてました。私はサビの時はジャンプしてしまってました。名古屋の時にあーちゃんのすごいドラムを発見していたので、今回は少し上からの角度でじっくり見て聴けましたが、やっぱりすごかったです。小鳩さんのなんか他の曲よりも必死な感じで歌ってるのも可愛かったですね。リズムギターのカッティングも速くて難しそうな気がしました。あとミンチョのギターソロの時に小鳩さんと向かい合って指定対決みたいになるのも微笑ましい感じで好きです。曲終わりの完成の中、あれが始まります。小鳩さん、ミサさん、あーちゃんの3ピースでのセッションです。あーちゃんにスポットが当たってのドラムソロから始まります。今回は心の準備ができてましたので、何が起こっていたのかを検証する時です。ミンチョが後ろに下がってあーちゃんの横くらいに座って生徒を見守る先生みたいな感じになってました。前回ミンチョが上手にはけたと言ってしまってましたが、多分間違いで今回と同じような感じだったんでしょうね。あーちゃんに続きミサさんにスポットライトが当たってベースが加わります。それで小鳩さんが上手のお立ち台にちょこちょこっと走ってきて乗ってスポットライトを浴びながらパワーコードみたいな感じでギターを吹き鳴らします。改めて聴いてみてめっちゃ完成度高いやんって思ってしまいました。それで満を持した感じでミンチョが走ってきて真ん中のお立ち台に乗って体を後ろに反らせてギターをジャーンって鳴らします。神々しいです。それで激しいリフを弾き始めて17曲目となるシャンブルズにつなぎます。シ
シャンブルズは本当にお給仕で入る曲です。しかもものすごい3ピースセッションからのシャンブルズはもうかっこよすぎます。初めて MV を見て聴いた時の感動をお給仕ではさらに上回ってきます。あーちゃんのドンドンドンからのギターソロは本当にしびれますし、プロ終わりの C メロのところで手拍子で盛り上がっていって、大サビから最後の人間万事採用が馬のところからの展開は最高ですし、やっぱり最後のさえちゃんのハーはみんなちゃんと聴いてからの大歓声となります。いや、名古屋に続き2回目でしたが本当に堪能できました。さえちゃんのありがとう大阪で最後の MC が始まります。で、さえちゃんが気づいたように大きに大阪と言い直して会場も大歓声で答えます。さえちゃんがもう一度大きにと言ってきたので、私も含めて会場から大きにと大音量で返します。で、確かそれでは終わらず、毎度ありとかどうでっかとか言ってたと思います。大阪愛嬉しいですね。しかも関東の人が言うイントネーションではなく、ちゃんと関西人のイントネーションでした。それでなぜか民調が、さえちゃんは山梨出身だけど大阪で育ったとか聞いてきます。で、さえちゃんもちっちゃい時に少しだけ育ったとか言ってました。それで民調が続けて、お母さんは関西弁とか聞いてきて、さえちゃんは酔っ払った時にめちゃ関西弁になるってなんか嬉しそうに言って、会場からも拍手です。関西人の私としてはぜひ聞いてみたいです。それで民調がさえちゃんに甘えたような感じになって、さえちゃんが、私はただ一人タジタジになる人がいて、この人なんですって民調を指して、かなみちゃんが一番特別なのとか言ってましたね。で、民調は嬉しそうに、一番優しくしてくれるよ。小鳩にはえいってやるけど、みたいに言って、小鳩さんがえいどころじゃないっぽみたいなことを言ってたと思います。で、それをさえちゃんが受けて、やるかって小鳩さんを脅したら、小鳩さんは、やりませんぽって下手に逃げるのですが、さえちゃんはステージの上手から真ん中くらいまで迫ってたので、ここまで来ちゃったって言ったら、小鳩さんが怖いぽって言って、すぐに佐伯先生は美しいですぽと言い直します。それでさえちゃんは、お名手様なら全然受け入れられるこのやりとりに不安を覚えたのか、お給仕初めての方いますかって会場に聞いてきます。するとパラパラと手が上がったので、小鳩さんも初めての方いるっぽってちょっと驚いて、さえちゃんもいるよね、ちょっといい、私そんなんじゃないからと言い訳しますが、小鳩さんから何回か来てたら正解はわかるっぽって言ってました。で、会場は分かっているので、ニヤニヤした感じになっていたので、さえちゃんから、何どうしたんだよみんなって言ってきて、会場は笑いに包まれます。それで小鳩さんが、今日の新幹線に乗って移動してきた時のエピソードを話してくれます。駅のキオスクでさえちゃんの好きなドクターイエローのラムネが入ったお菓子を見つけて、それを買ってさえちゃんにあげたらしいです。するとさえちゃんはありがとうって言ってくれたみたいなことを言ってました。それを受けてさえちゃんはいつもありがとうって言わないみたいじゃんとか突っ込みます。で、小鳩さんはその後が大事だっぽって言って、すっごく無表情で受け取られて喜んでくれてるのかなと思ったら、さえちゃんは楽しそうにそのドクターイエローのおもちゃを振って楽しそうにしていたのでよかった、嬉しかったんだっぽって思ってほっこりしましたっぽとほのぼのエピソードを披露してくれました。さえちゃんは勝手にほっこりしてんじゃねえよみたいに言ってましたが、仲いい感じが出てこっちもほっこりしました。さえちゃんはこれ連結できるとかってさらに興奮して喜んでいたらしいです。小畑さんはドクターイエローで正解だったみたいですぽとか言ってましたね。でもさえちゃんがドクターイエローなくなっちゃうからさ、なんか悲しいみたいに元気がなくなったみたいなふりをしたので、慌てて小畑さんが話題を変えて、今日は何の日ですかぽって会場に聞いてきます。私も当然ですが会場も分かってましたので、みんなでプロテクトユーリリースビーって帰ってきます。さえちゃんがなんで知ってんのめっちゃファンじゃんありがとうちゃんとファンをしてくれてとか言って会場から笑いが起きます。それで小畑さんがご主人様お嬢様は私たち以上に私たちのことを知ってくれてるっぽって言ってくれて、さえちゃんもそうなんだよみんなの記憶力に助けられてる、何回助けられたか1年前なのか2年前なのか分かんなくなるんだよねって言って、ありがとうみんないつもって言ってくれて会場大歓声となります。で、改めて小畑さんの本日7月5日プロテクト U 配信リリースっぽでまた会場は大歓声に包まれます。で、さえちゃんが説明してくれて、グレンダイザー U のエンディング曲になってるんだけど、テレビサイズのやつとかティザーのやつはみんな YouTube とかで見たと思うけど、お待たせしましたで拍手と歓声です。私たちも長い間温めてた、確か去年だったということでさえちゃんが説明してくれて、1年前に完成していて、よくかなみちゃんがみんなにはまだ言えないことがあるとか言ってたのがこれでまた拍手と歓声です。で、さえちゃんがミンチョに感想を言わせようとしてマイクのところに呼ぶのですが、
なぜかミンチョはミサちゃんとか言ってミサさんに言わせます。で、ミサさんは戸惑いながらとても嬉しいですみたいに言ったのですが、ミサさんは喋っただけでもレアなので当然会場は大歓声となります。でもサイちゃんは続けてインタビュアーのような感じになって、どんなところがこだわりですかみたいにミサさんに聞きます。ミサさんはサビのうねり、サイちゃんのボーカルとかを意識して作ったよって教えてくれます。その時もサイちゃんははいはいとか愛の手を入れて本当にインタビュアーのような感じだったので面白かったですね。で、大歓声も上がって小畑さんがベースのうねりにも注目して楽しんでくださいポってこの話題を締めようとするのですが、サイちゃんが次の方どうぞってあーちゃんを呼んで、あーちゃんが喋り始めるのですが、完全にオタク風の喋り方で下を向きながらすごい早口で、私アニメオタクなので今回のグレンダイザー U の楽曲ということでとても気合が入りまして、今回のアニメはバトルなので私もイントロから戦いに挑むぞという感じでブラストビート頑張りましたみたいなことを言ってたと思います。でもすごい早口だったので正確ではないかもです。その間もサイちゃんは絶妙のタイミングでそうっすかとかより早口ですねとか突っ込んでたので、なんか漫才みたいになってました。確かに配信で聞いたのですが、あの最初のブラストビートはすごいですね。それでサイちゃんが続けて1話から3話まで見させていただいたみたいなことを言ってました。確かにインスタに上がってましたよね。で、グレイの久志さんとも挨拶できたとか、ネタバレするので内容は言えないとか言ってましたが、あーちゃんに感想を聞かせてくださいって振って、あーちゃんが感想を言ってくれるのですが、プロテクト U の入り方が神がかってるとか言ってたと思います。それでサイちゃんが見ている時の状況を教えてくれて、私、コバとあーちゃんが横並びで見ていて、始まった時にウェヘとか言いたいんだけど知らない人いっぱいいるのでおとなしく見ていたとか、すごく楽しんだので皆さん期待していてくださいとか言っていたと思います。で、この日の夜24時に MV が公開されることも言ってくれるのですが、小畑さんはプライム配信と言ってしまって、あーちゃんから Amazon プライムとか突っ込まれて YouTube プレミアム公開だっぽーとか言い直して満足してましたが、プレミア公開が正解ですよね。誰もそこは突っ込まなかったです。で、サイちゃんがみんなチャットで参加するのですんごい早いので見つからないと思うけどいるからねとか、流れを早くしないようにあんまりチャットに参加しないというのはなしだよ、私たちのテンション下がるからとか言ってました。でもサイちゃんがまたコメント少なかったら落ち込んじゃうよねみたいに心配しだしたので、小畑さんが今日のサイちゃんはすぐ重い気持ちになるからみんな気をつけて、みんなコメントするっぽねと聞いてきたので、会場からは大歓声で答えます。そこは心配しなくても見えないくらい早いチャットになるのは確定かと思います。で、サイちゃんは元気になってお給仕が終わっても私たちと楽しめる時間があるのでぜひ参加してくださいということで、この話題は閉まります。で、サイちゃんがやるって感じで小畑さんに振ってきます。で、戸惑った感じで小畑さんがやるっぽよって答えて、再度サイちゃんがあれやっとくみたいに聞いて、小畑さんがやっとくっぽ、やらないという選択肢はないっぽみたいになります。で、サイちゃんが皆さんのブーイングに耐えられるならなと言ったのを小畑さんが勘違いして、おまじないタイムをやることにブーイングが来ると思ったみたいで、ブーイング来る前提なのっぽとか言ってしまいますが、すぐにサイちゃんがやらないとブーイング来るということだよみたいに勘違いを正してくれます。で、マイナス思考みたいなのが映っちゃったとかワイワイやって、小畑さんのそれではご紹介いただきましたのでやらせていただきたいと思いますっぽ、おまじないって叫んでおまじないタイムに入ろうとしたのですが、おまじないが長かったので横からサイちゃんがタイムって叫んでおまじないタイムに突入します。サイちゃんのタイムは迫力満点でしたし、実はレアで貴重な体験だったのではと思いました。それで初めての方もいるということで小畑さんが説明しますが、先輩ご主人様お嬢様に見本を見せてもらうということで、小畑が萌え萌えと言ったらご主人様お嬢様もで、会場からは大音量で萌え萌えと返ってきて、キュンキュンと言ったらでキュンキュンと返します。で、グレンダイザーと言ったらでグレンダイザーと反射的に返します。ということで説明と練習が終わったので本番となります。今回も3階まである会場なので、どうも2階が一番人が少なかったようで2階から始めるということになりました。で、小畑さんが2階のご主人様お嬢様萌え萌えとやったら、やっぱりかなりの音量で萌え萌えと返ってきたので、会場はおーっと歓声と拍手が起こります。それで続けて3階のご主人様お嬢様萌え萌えで、これも大音量で返ってきて会場は拍手です。で、1階は4倍くらい人がいる感じなので10倍くらいの声の大きさでいけるっぽ、萌え萌えで確かにすごい音量の萌え萌えが返りますが、小畑さんは言ってない人を見つけたみたいで、
体では言ってくれてたのはわかるけど、少しくらいやってやろうぽって思ってぽーとか言って促してました。で、大体この辺りで後ろがふざけ出すので、会場から笑い声が出て、小畑さんは、ご主人様お嬢様の笑い声は完全に後ろ見て笑ってるっぽーって怒ります。なんかあーちゃんがミサさんの膝の上に足を乗せて寝転んでいるような感じになっていて、小畑さんから何やってるっぽーやめなさいぽーって叱って、さいちゃんが見えたとか言って、小畑さんが恥ずかしいならやめるっぽーとか言っていたと思います。で、恒例の流れで先に進ませるべくさいちゃんが萌え萌えって言って会場から萌え萌えって返します。それで小畑さんも復帰しておまじないタイムが再開されます。それで萌え萌えとかキュンキュンとやったところで、また小畑さんが口開いてないご主人様を見つけて、見つけたっぽーとか言ったら、なぜかあーちゃんがめちゃくちゃ大きい声で笑ったので、思わず小畑さんがいい笑い声とか、さいちゃんも今のいいなとか言ってました。で、改めて萌え萌えキュンキュンでグレンダイザーとかバーンメイとか大阪とか堺とかやって思い出したように、安心とやってさいちゃんがフレーフレフレフレって受けてくれるところは会場との合唱になってました。で、さいちゃんが今年も優勝できるかなーで、阪神ファンばかりではないであろう会場から大声援となります。それで小畑さんが確か優勝って繰り返して、最後はバーンメイをマイクなしでやったりして、バーンメイでズッキュンバッキュンドッキュンの後はほっぺたを丸く指で囲ってたこ焼きでした。めちゃくちゃ可愛かったです。さえちゃんからも可愛いとか言われてました。で、ズッキュンバッキュンドッキュン萌え萌えキュンでおまじないタイムは終わりました。ある意味普通と言ってもいいおまじないタイムは5月10日メイドの日のゼップ羽田以来で、なんか実家に帰ってきたようなほっこり感がしました。それで最終セクションに入るべく書き鳴らしの中、さえちゃんの大阪あの曲聴きたいだろうの全力な煽りで始まったのがプロテクト U です。最初のあーちゃんのブラストビートを見たかったのであーちゃんをガン見しましたが、本当に激しかったです。新しい曲を一度音源を聴いてからの球児で見て聴けるのは格別です。シャンブルズが出た時には久しぶりに激しいの来たなと思っていたのですが、それを上回るくらいの激しさですよね。ミドルテンポの曲もいいですが、やっぱり激しい曲は格別です。名古屋の時とは違って音源も聴いてますし、じっくり構えて見て聴いたプロテクト U は楽器隊の凄まじさとさいちゃんのキレキレのボーカルと小畑さんのバックボーカルの存在感、キャッチーなメロディー、背景の映像まで全てが素晴らしかったです。最後のうららららららうらららららのところはまたあーちゃんのブラストビートで最高に盛り上がって、最後の最後にさいちゃんだけで歌うところはもうすでにご主人様お嬢様もここは歌ったらダメでヒールところだと分かった感じで、会場も無言で全ての楽器の音も止まってスポットライトを浴びるさいちゃんだけの声でうららららららうららららが会場に響いて静寂からの大歓声となります。これはお給仕でしか味わえないプロテクト U です。もう最高でした。大歓声の会場の中、次の20曲目がアローンです。前回の名古屋ではあーちゃんばっかり見てしまったので、今回はミンチョとミサさんを見ることにして2人の演奏を堪能しました。2メロの時のミンチョのギターはやっぱりかっこいいです。それでアローンのチャントはみんな慣れているからかひときわ大きくなるような気もしますし、おー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 の合唱もやっぱり気持ちいいですね。ミンチョの超絶かっこいいギターソロもちゃんとがあっても邪魔にならないくらいに大迫力で聞こえました。初めて採用されたオリジナル曲とは思えない名曲です。続けての21曲目はディファレントですね。これも来るのが分かっていたので、最初のレッツゴー一生タイムを持ち構えて見て聴けました。席の周りは余裕があったので思いっきりヘドバンしてジャンプしました。ディファレントは体育会系の曲な気がします。しかも陸上なら短距離走、水泳なら自由形みたいなエネルギー全開の曲というイメージです。あーちゃんのドラムもミンチョの曲もミサさんのベースも激しすぎるぐらいで、さやちゃんのボーカルも小畑さんのバックボーカルもエネルギーの密度が濃い感じがします。後半にこの曲をよく持ってくれるなと感心してました。続く22曲目はマギーです。体力は限界ではありましたが、この曲はジャンプせざるを得ないですよね。ジャンプしながらも今回はじっくり聴いてみました。サビ前の小畑さんのコーラスがなんか可愛い感じだったのとか、ミサさんのベースが激しいのとか、サビの時のあーちゃんの2ビートみたいなドラムがかっこいいとか、ミンチョのギターソロの時のバックの演奏がカオスなところとか、いろいろ発見できました。本当に早くアルバム音源でそれぞれの楽器やボーカルをじっくり聴いてみたいです。あとさやちゃんのダンスが激しいのになぜか可愛いというのも発見しました。最後の曲がインフルエンサーです。例の新インフルエンサーですね。
さえちゃんがめちゃくちゃ叫んでるのですが、激しすぎて言葉はわからなかったです。多分、ありがとう大阪とか、次からラストだ的なことを言ってくれたのだと思います。それに応える大歓声の中、小畑さんのビッグスクラッチでインフルエンサーが始まります。インフルエンサーは本当に好きですね。コード進行も私的には好みのど真ん中というか、A メロも B メロもサビも全ていいです。サビのところで手を回しているのは相変わらず私だけでしたが、自己満足でやってました。さえちゃんのラップをじっくり聞いて、今回はじっくり見て聞こうとギターバトルを待ち構えます。今回分かったのは、ミサさんのベースソロが始まって、フォーカスオンバースでギターバトル開始で、ウォンモノショックで元に戻るという構成であるということです。でもそんなことはどうでもよくて、ミサさんとミンチのギターバトルを心から反応して、途中テンポが変わるところとか、最後やっぱりあーちゃんのドラムソロがあって、しかもめちゃくちゃかっこいいソロというところまでしっかり心に刻みました。あと、実は私は見えなかったのですが、9時後の情報で、ミンチョがピックを加えて、スラップみたいに指でギター弾いていたらしいですね。いや、もっとしっかり見ておくべきだったですね。ギターバトルの後通常に戻るわけですが、そもそも通常のミサさんのベースソロもミンチョのギターソロも私的には大好物のやつですので、なんか一粒で二度美味しいみたいな感じになりました。すみません、古すぎる例えでした。来ると分かって心の準備ができていた新インフルエンサーはもう最高という言葉では表せないほどの感動でした。終わり方も本当にかっこいいです。最後のかき鳴らしの中、さえちゃんのお前ら最高だーのお叫びは心にグッときましたし、バンドメイドでしたーで、ああ終わっちゃうんだという寂しさと、逆にいいものを見て聴けたという満足感と、体力を限界まで使った爽快感が入り混じる感覚で、毎回最高を更新するお給仕は終わりました。最後は小畑さんの、それではいってらっしゃいませご主人様お嬢様、バンドメイドでしたぽーバイバイぽーで本当に終わるわけですが、なんとかなり珍しい光景ですが、さえちゃんがステージを去り際に投げキッスをしていました。羨ましいって感じです。もしこの動画を見ている方で投げキッスをもらったのは私だという方がいらっしゃればコメントいただけるとありがたいです。羨ましがりますので。あと小畑さんが下手の最前列の方たちとしゃがんでハイタッチしていたようにも見えました。これももしそうだったとしたら羨ましいです。いや本当に素晴らしかったです。完璧な予習をしてきて、でもその期待を上回るパフォーマンスを見せてくれるメイドさんたち、本当にすごすぎます。前回の感想に引き続き、今回もお給仕の主役は誰だったかなと考えると、ピーカンとなった天気も含めてあーちゃんかなと思いました。オタク風の喋りも面白かったですし、プロテクト U のブラストビートも最高でした。さえちゃんのいつものポストは、大阪、大阪、ありがとうございました。楽しかったよ。外も暑かったけど、中も暑くなって最高だった。また遊ぼう。大阪最高。バンドメイドで感想待ってるよ。カモンでしたね。今回も本当に熱くって最高なお給仕でした。次のお給仕はホールツアー最後となる神奈川県民ホールです。ホールツアー最後となると、いろいろ告知とかもあるのではと楽しい想像をしてしまいます。毎週お給仕に帰宅できるって本当に幸せだなと感じながら、またワクワクして待ちたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。